はい、こんにちは。こんにちは。シュガーケーンのブランドディレクター福富さん、よろしくお願いします。シュガーケーン福富です。よろしくお願いします。今日は、はい。もう私はもうね、話聞くのワクワクしてるんですけれども、はい。こちらですね。はい。私も今日着ているこちらですね。ありがとうございます。ちょっとこれなんですか。もう簡単に説明をお願いします。こちらが、ええヘッドライトで幻のアイテムと言われているダブルブレストのはい。デニムコートなんですけれども、えリリースされたのが1925年なんですね。はいはいで今からちょうど100年前ということで、え松島さん来ていただいているのが4年前に一度リリース、そうですね。でその後からもリクエストはいが非常に多くて、嬉しいですね。それは。ただ他にやりたいものもあったんで控えてたんですけども、今年100周年ということでちょうどついに、はい1925年から100年経ったはい2025年にですね、はい復刻するというこちらですね。はいじゃあちょっとですね、ヘッドライトのこのジャケットを説明してもらう前に、ちょっとヘッドライトの歴史なんかもはいサクッとおさらいしてもらえたらなと思っておりますんで、はいよろしくお願いします。わかりました。ヘッドライトっていうのははいもともと何年スタートの、ブランドなんでしたっけ？ちょうどここにいい資料があはいるんですはいけども、はいはい。ちょっとこれを。はい。こちらは、1950年代のチノパンなんですけれども、えここ見てください。あ、フラッシャー。ス1895はい、書いてありますね。なんでスタートが、ええ19世紀末そうですね。1895年にスタートしたのがヘッドライトということですね。で、鉄道員向けにええ。ワークウェアをリリースして、はいはいはい。でその後いろいろいろんなワークウェアも作っていくんですけれども、ええ。大戦を挟んで、ええ1960年代にはちょっと消滅してしまいます。はははは。はい。でその60年の間に、えさっきいろいろって軽く言ったんですけども、え。ええ。ヴィンテージを集めるのと一緒のタイミングで、こういった紙物もいろいろ集めてまして、ありますね。はい。ヴィンテージだけだと年代の特定とかっていうのはできないんですが、はいはいこういったカレンダーがついてたり、はい。1914年、15年、はい書いてありますね。でしかもものによってはこういった生地がくっついてたり、生地のサンプルがついていると。ほう。でデニムだとこちらですね。はは、こういう資料があるんですね。丁寧に身洗いと洗った後、ああ、本当だ。はいはいはい。それの比較がもうこの中でされてると、はい当時から。はい。で1920年代とかだとタイムブック、こういったものがメモになったり、もう鉄道のその時間を書いたりとかするものですね、これ。でこちらのタイムブックの中に今回の出てくるわけですね、はい今回のこの主題となるワークコートが。はははは。なんでヴィンテージの資料ももちろん大事なんですけども、こういった紙物で答え合わせをしたりですとか、はいこういった記事の分析をしたりとか、こう斜めに切れてたりっていうのはちょっと記事の分析をするのに使ったりとか。はあ、そういうことなんですね。はあ、いやヘッドライトってもうワークウェア、ヴィンテージワークウェアの世界では、はいやっぱりこうすごく人気のあるというか、ここにこうスマッしてこう古いものが並んでますけれども、そもそもなんでここにあるんだって思う人がいるぐらいの非常に貴重なワークウェア、ヴィンテージワークウェアだと。それをね、こうやって福富さんが中心となってシュガーケーンで実名復刻してくれているからこそ、僕らは堂々とこうやってヘッドライトを着れてるんだなっていう感じなんですけれども、今回はその、復刻した実名復刻したヘッドライトのワークコート、はい、解説をお願いします。はい。先ほども一度登場したんですけど、はい、こちらのセンターに
れちゃんとタイムブックの中にこういう宣伝が載るんですね。はい。で、はいこれ発見したのはえ15年20年ぐらい前なんですけども、ええもうこれしかなくて最初はほうなんだこれはと。ダブルで、はい。他では見たことのないダブルが、はいここに突然出てきたわけですね。で他調べてもどこにも出てなかったんですよ。はいはいでいろいろ探った結果とある鉄道員向けの雑誌はいで広告を発見しまして、はいそれがこちらになるんですけれども、動員向けの雑誌っていうのもまたすごいところ見ますね。でこちらはコピーになるんですけれども、ほぼほぼ同じ内容の1925年の3月号、 3月、あ、そうですね、これ同じ写真使ってますかね。はいで4月号はいで5月号、ほう、この3ヶ月ははいもう徹底的にこちらの商品をキャンペーンのようにこれ紹介してたんですね。で6月から一切出なくなった。あら、はあ、じゃあ短命だったんですかね、もしかして。本当にもうこの3ヶ月で、はあ、書いてますね。ニューヘッドライトダブルブレスティッドコートって書いてありますね。へえ、これはまた貴重なものを見つけましたね。はい。でここまで揃うと、ええまあいろいろディティールも見えてきたので、先ほどの生地の切れっ端もありましたし、はい。まずはちょっとプロトタイプを作りました。ほう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 。で自分で着用して、ちょっと違うなっていう部分写真と検証して、はいそういった部分を修正してこちらになったんです。これが出来上がったわけですね。はあ。一応そちらのプロトタイプがしばらく着用してたんで当たりがついてるんですけども、こちらになりああ、ます。いい雰囲気ですね。ヴィンテージですって言われたらヴィンテージに見えてしまうような雰囲気ですね、これ。で着丈がちょっとこれだと短いですとか、はい、そういった部分は一応これを作って着用して、はい、修正を加えて。ほほほほ。いや、もうすっかり僕なんかよりも着込まれてるんで雰囲気抜群ですけれども、こういう雰囲気はこの商品着ていくともちろん出てくると思っているわけですね。同じ生地を使ってるんで、紙資料と福富さんの想像力を掛け合わせて出てきた答えみたいな感じになってるわけですね。そうするとあと同じ年代だとこの子、はい、あ、こういう資料も活用されてるんですね、これを作るにあたって。はは。いろいろなものを融合して今回ここにたどり着いたっていうあとも単純にこれ見てふんふんこうだろうなではないということですね。はい、はい、ではまずこのデニムのお話から。生地自体ってことですね。はい、今回こちらで使ってるデニム 9.5 オンスのデニムなので、通常のワークコートよりも軽めに感じるかもしれないんですけれども、こちらは縦糸が8番、で横糸が時代によってなんですけども15番から20番っていう割と細めの糸を使ってるんですけども、随分そこ差がありますよね。はい、普通のデニムってそんな差ないですよね。通常のデニムだと7番7番。そうですよね。はい、ほう。でこちらは8番のこの生地に関しては18番横糸。そんな細いんですか。はい、これね、横糸の番手って数が大きくなればなるほど細くなるっていうことですよね。はあはあ、デニムが7番7番とかって考えると18番って相当細い糸ですね。ただ、こちらここにも書いてあるんですが、スーパーツイストデニム、はい、このツイストっていうところなんですけども、はいはい、分析したところ強粘紙、普通の糸よりもよりを強くしてるんですね。でそれによって、9.5 オンスなんですけども、13オンスクラスの強度を保ってるという。強度自体は糸に秘密があるんですね。なんで一概にその番手が細いから弱いっていうわけではないです。あとこちらの特徴としては、他の年代のデニムと持ってきたんですけども、
こちらは30年代、こちらは対戦機はい。ですね。縦糸はそれほど差はないんですけども、ええ。横糸が一番違う部分で、端を見ればいいですかね。こちらが横糸生成りなんですね。色全然違いますね。はい。で30年代以降入ると、ええ横糸グレー使ってるんです。あ、全然違いますね。へえ。これなんか表情の色味はあんまり変わらないですけれども、はい、横糸見ると全然違うグレーと生成り。逆に縦糸が落ちてきた時にええ色の差っていうのは出てきますね。ああ、そういうことですよね。でそういうのも年代別タイプ別で、はい生地を作っています。はい。続いてディティールのはい話で、はい。まあ、特徴といえばまず何といってもこのダブルのそうですね。ボタンがチェンジボタンが豪華にも10個ついた、 10個点ボタンはいとやっていいですかこれ。はい、はいはいまあ用途としては、P コートと同じようにまず右にも左にもええ。っていうところと、変えられるんですねこれ。はいはい一応こちらの資料にも書いてあったんですけれども、ええ当時、まあ、鉄道員さんが着用してたということで、まず石炭とかあと泥、はい。まあ、季節によっては雪を、まあ、この深い打ち合いで防いでくれる。ほほほほほ。そういうのから守るためのダブルだったわけですね。はいはい。このボタンははい結構大きいサイズのボタンがついてるんですけれども、はい全部チェンジボタンになってチェンジボるんですよね。タンですね。はいはいはいこちらのディティールがええ大戦前までは使われてたんですけれども、はい当時洗濯機が脱水機能っていうのが、昭和の洗濯機でもあったんですけども、こうローラーで回はいすやつ、はいはいはい。そうなる時に突起物が邪魔になるのあ、で、確かに。なんでそのチェンジボタンで使うことで洗濯の時に外してこれチェンジボタンっていうのは、はい洗濯の時にっていうのはなんとなく認識はあったんですけど、はい手の脱水の邪魔になるわけですね。そうなんです。壊れちゃいますもんね下手したら。はあ、それでこれは全部10個全部がチェンジボタンになってるとはいいうことですよね。はいはい。ただこれもなかなか作るのに苦労しまして、ほう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 。ちょうど今組み立て前のものを持ってきてるんですけれども、組み立て。はいこのカバはい。ボタンのキャップになるんー、ですね。こちらが真鍮はい。で、アンダーパーツこちらが鉄でできてます。足がついてる方ですね、はいこれ。はでい。これを組み合わせてええ。作ったのがこちらのチェンジボタン。これははい復刻したものってことですか。はいへえ。じゃあこれが最終的にはこうはまって、はい、うわ、もうまんま当時の機構をそのまま再現してると、はいそういうことですね。でまあ着込んでいくと、えまあ、これが途中点だとすると、ええ最終的にはちょっと僕が自分でこすったりもしたんですけども、こういった感じで、あとまあぶつけたらへこんだりとかっていうのも、いろんなパターンを想定しながら経年変化を作ったわけですねこれ。へえ。はいはいはい。なので、ええまあこういったデニムの生地以外にも、はい。こちらのボタンも、ええ。まあ、実物入手してばらして昔のヴィンテージのボタンをバラすってことですか。はいで、まあ、はい。こうやって復刻してはい使ってます。で経年変化まではいしっかりとこう再現するように作られてるということですね。はい、はい、ありがとうございます。このポケットもかなり特徴的なポケットですねこれ。はいまあ、フロントに4つの大きなポケットがあるんですけれども、はい特にまず左胸、はい。まあ、4つとは言ったんですけども、ええ実はここで3つポケットが、そうですね。はい、まず1個が鉛筆鉛筆用のポケットですねこれ。はいはいと懐中時計、はい。あと上から物が入れられるという3-in-1ポケットですね。ほう。さっきの昔の資料を見せていただくと、はいみんなここに写ってる写真には懐中時計の鎖が見えてるんですよね。そうですね、これを着るんだったらそれをやってみたいなと思ったぐらいで。ぜひ。はい。
でこの懐中時計の開く止まりの部分に、ええ、折りネームがあるんですけども、こちらのヘッドライトの折りネームっていうのがええ最初期の折りネームになります。ほう、そうなんですね。はい、で、うちでも今まで、いろんな時代の、フラッシャーだったり折りネームあるんですけども、はい。今回こちらですね。ほうほう。このモデル用に特徴としては、白赤単色ですけれども、文字数が少なくて全体的にこう潰れた感じ。あ、そっか、上の文字ないですね。はい、でちょっと天地が短いというか楕円になっているような、こちらが20年代の途中から採用されたネームでして、はいはい、実はこのオーバーオールと、ああそうですね、同じですね。あとそちらのブラウンダックの襟のところに最初期の折りネームが使われています。これも完全にじゃあもう再現したものと、こういったヴィンテージを見ながら再現したものを使っているということですね。はい、はい、あと広告にも説明があったんですけども、このかなり太めなガントレットカフ、剣道のコテみたいなガントレットっつったら、かなりごつい形状で、袖口はレールローダー仕様で2つのボタン穴に対して3つのボタンがついているのでこう調整ができます。でこちらもフロントと同様に、石炭とかホコリ、泥とかが入らないように割と絞ってこうやって調節ができる。はいはい。あとこちらの襟なんですが、アジャスタブルカラーっていう名称がついてるんですけれども、このアジャスタブルっていうのが、今1個開けてますけれども、2個開けても収まりがいいですし、あと閉めてもそうですね、収まりのいいという。全部閉めても、そういう意味で何通りかで収まりがいいっていうのがこのアジャスタブルカラーの特徴なんですか。確かに私も全部止める時あります。であと内側いきますね。はい。内側は左身ごろにだけなんですけども、通常内ポケットって結構高めの位置なんですけども、こちらに関しては低めで、しかもかなり大きい。大きいですね。これはどんなもの入れてたんだろう。すごいですね。ビッグインサイドポケットっていう名称なんですか。あとこちらのモデルに関してなんですけども、着丈もちょっと長めの、通常のものよりも長めのモデルになっています。そうですね。こういった他の年代では見られない特別なモデルを、しかも1925年のわずかな期間しか採用されてなかったスペシャルなモデルを今回100年後の今年ですね、リリースされると。今回、こちらのコートに続いてもう一方、こちらのオーバーオール、こちらのオーバーオールがですね、同じ時代のものになってまして、対になる感じですね、ここは。でさっきのコートがセンターだったじゃないですか。でこの子はこの後ろのページに出てます。同じこの本の中にどっちも出てるんですね。ただ、この大きいメインの絵は、ローバックって呼ばれるタイプなんですけども、今回こちらは、このちっちゃい丸の方、ハイバックスタイル。ちょっと昔の印刷なんでかなり見にくいんですけれども、ローバックとローバック、こっちはローバックですね。ローバックはすごい分かるんですけど、ハイバックっていうのは、これハイバックスタイルって書いてありますけど、どういうことですか？このスタイルですね。すごく一般的なオーバーオールの形、これがローバックっていうのがサスペンダーっぽくパーツが外れるやつで、背中にゴムのついたタイプなんですけども、ハイバックっていうのはもういわゆる一般的なオーバーオールのイメージのタイプになります。でこの商品が
ハイバッグですね。ハイバッグ。はい。まずこちらですね。コートでも左胸にあった3-in-1ポケット。これとほぼ、同じですね。サイズも。で、ペン差しと懐中時計と、あと物が入るポケット。大きいポケットと、全く同じですね。ただ折りネームが入ってないですよね。確かにこれは省略されちゃってますね。はい。でそこの内分が、このハイバッグのこの中心に。そうかそうか。ここに来るわけですね。これもこのキッズ用と同じような感じの位置につくわけですね。はい。で、あと後ろの特徴としては、古いオーバーオールに見られる部分なんですけども、この定規とか道具が入るポケット、この時代ってセパレートに離れて縫われてるんですね。別々の縫製になってるっていう感じなんですか。これが後の年代になるとこういってまとまった仕様に。これも1925年、この頃の特徴になります。コートオーバーオールどっちも100年前のものをシュガーケーンが実名復刻したと、そういうことですね。こちらのダブルのコート、こちらのハイバックのオーバーオール、どちらも1925年のモデルの復刻。そうですね。スペシャルモデル。本当にこういった当時の資料のようにできればセットアップで、いや僕もセットアップでちょっとチャレンジしてみたいなと。いや本当にこのコート僕着てて、いろんな人にどこで買えるの、どこのブランドってすごい聞かれるんですよ。だからもうそうやってねずっと思ってた方、これ見てる方も多いはずなんです。いよいよこれ出ますからね、皆さん今回は買い逃さないでくださいよ。ここがチャンスですからですね。セットアップでできれば僕もちょっとやっちゃおうかなと思ってます。ですね。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。